メダカの生活圏内で梅が咲き始めています。水温5度以下で固定していたのが急に10度になったり、また4度に落ちて数日後には8度に上がるというような季節の変わり目らしい水温が続きます。こういう時は気温の高い日にビニールハウスを長く開けて、気温の低い日は閉じるといった工夫をしながら、水温が高い日に動物性の濃い食事をさせて、水温が低い日に植物性などの軽い食事をさせるといったやり方で対応していきます。気温と水温の工程が必ずしも合致するとは限らないので、温度計や体感をうまく使って対応します。こうすることで自然とメダカに体力がついていきます。こういった日を経て水温がぐっと高くなった日に、しっかりめの掃除を水槽3分割ぐらいで始めていくと、水質とメダカの体力の釣り合いが取りやすくなり、新しい季節をうまく迎えられます。メダカには胃がなく、食べたものを30分後にすぐ出すと言われているそうですが、うちのメダカが特殊なのか真相は謎ですが、うちのメダカは15度の水温なら2時間後、25度なら30分後に前日の食事をうんちで出し始めます。15度の水温で白、オレンジ、緑の食事を3日で与えたら、1日目に食べた白がうんちで出始めるのは2日目のオレンジを食べた2時間後ぐらいからで、オレンジが出てくるのは3日目の緑を食べた2時間後、つまり1日から1日半消化にかかっている印象です。私の手作りご飯が原因で異常な消化状態にという可能性も残りますが、テトラ社や恐林の餌でも結果は同じです。もしも今日の朝消化に悪い食事をしたら、明日お腹を壊します。危険なので二度としてはいけないと肝に銘じましたが、メダカと暮らし始めた頃に30分で流れ出ていくなら、一度くらい思い切り食べさせてあげようと、メダカの食いつきが悪くなるまで食事を与えたところ、明らかに命が危険にさらされた感じの動きと体つきになり、一晩中気をもんだ経験があります。翌日になってようやく大量放出が始まり、その時は事なきを得たのですが、結局2日ほど食事を抜いて様子を見る結果になりました。また水温がもっと低かったりストレスがかかると消化はもっと遅くなります。例えば飼い猫や飼い犬がうんちを我慢するように、メダカも世話人が留守だと単なる時間経過だけではうんちをしません。世話人が家に落ち着いたのを数時間かけて確認してようやくうんちをします。場合によっては数日かけて出ることもあるので、これはいわゆる便秘状態と考えられます。世話人が留守だった日の3日後にやっと全放出したり、汚れ方が普段と変わるので考えながら対応します。こういった種々の経験から、30分前に食べたものをすぐ流し出すということはないように感じています。腐ったものを食べた場合は即放出しそうな気はしますが、そんなかわいそうな経験をさせたことはないので、哺乳類からの推測ですが、少なくともうちのメダカは明らかに前日の食事が翌日になって出てくるので、それに合わせた世話をすることでトラブルの予測や回避がしやすくなっています。